どうも日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではカジュアルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、引き続きね、第1弾第2弾に続いてポリナには第3弾にも出てもらいます。で第3弾と1つ目2つ目はちょっと真面目な日本語の勉強の仕方とか、日本の生活について聞いたので、第3弾はちょっと、もうちょっとカジュアルな話題にしたいなということで、日本での恋愛について聞いていきたいと思います。それでね、ちょっとカジュアルな話ということでビールを飲ませてもらいます。いい音。いい音ですね、はい、ASMR 動画みたい。はい、そうです。今ね飲んでるのはね、サントリーのセッション IPA ワールドクラフト。すごい名前。ちょっと飲んでみるね。いかがですか？美味しい美味しい。日本に来た人はぜひこれ試してみてください。ということで、日本の恋愛について話戻りましょう。はい。じゃあまずそうだね、日本の恋愛についてざっくり自分の経験をもとにこんな印象っていうのはある？そうですね、私は実はそんなに日本恋愛といってもそんな経験ないけど、あるのは、自分の経験からだと、友達とか知り合いの経験からだと、なんか特になんか主に生き残れる関係だとしたら、外国の人の彼氏と日本人の彼女の方が生き残りやすいなっていうのが一般的。日本人の彼女と外国人の方が長く続くんだ。それなんでだと思う？なんででしょう。多分逆だと、日本人の彼氏と外国の彼女だったら、逆になんか外国の女の人が求めすぎっていうのが日本でちょっとアイディアとしてあるんじゃないかと思う。なるほど。じゃあ例えば何が日本人の男の人には足りてなくて長続きしないんだと思う？いや、逆に足りすぎてるんじゃない？足りすぎてるんじゃないか。足りすぎてるってこと？そう、例えば前に聞いた話だと、なんか外国の彼女がなんか週に1回よりもっと会いたいと言って、それちょっとなんか too much なるほどね。なので、というのはいろんなのことを求めすぎ。なるほど。で日本人の男性はそれに対応しきれないってこと？そんなのを聞いた。なるほどね。実際どう？そう思う？実際求める人だから、私が。なのでそれ外国ロシア人の生活か私ポリナ個人かというのはあまり区別つけないので、ちょっと難しい。なるほどね。逆に日本人の女性と外国人の男性の方が続くのはなんでだと思う？それは逆に日本の女の子の話を聞くと、外国の男性は紳士的とかジャントルマンの感がすごくて、あれが日本の男性と比べて外国の人の方がジャントルマンでかっこいいなとか素敵なとか。なるほど。ちなみにどういう行動がさ、このジェントルマンな行動なんだと思う？そうね、私はこんなジャントルマンとかのコンセプトはあまりよくわからないので、ちょっと複雑だな。ちなみにロシアはさ、ロシアはこんな男女の振る舞いの区別がとてもなんていうか激しいで、男性は男性らしくとか女性は女性らしくとか、服装とか振る舞いとか行動とかもしなきゃいけないという考え方が結構硬いので、それは日本にあまりないんじゃないかと逆に。なるほどね。私はそれは日本の男子に逆に気に入ってる。やりすぎないところがいいってこと？そう、逆になんかマッチョすぎるだと、ロシアの男性はちょっともうめちゃめちゃ男性っぽくて、なんかアクセサリーをつけるのもなんかゲイのイメージ出るからアクセサリーも一切もつけないとかすごいね。じゃああんまり見た目も気にしない方がちょっと男らしいみたいな。そういうのはもうロシアめちゃめちゃありますから。逆になるほど。日本人のね人は別にアクセサリーつける人もたくさんいるしね、おしゃれとかもする人、それもいいからね、そういうのが好きな人は、日本人との方が感覚が合うかもしれないね。そうかも、かもね。かもしれないね。なるほどね。でジェントルマン的な行動でいうとなんだろう、
ジェントルマン的な行動、一般的だったら、例えばドアを開けてもらったり席を譲ってもらったり、お花をあげたりしたりとか、そういうのが一番ジェントルマンっぽい行動なんじゃないかと。なるほどね。確かに日本人はそれはできないかな、あんまりそうぜひやってみてください逆に俺とか俺の友達だけかもしれないけど、なんか日本人が思うジェントルマンっぽいことは、その彼女がしたくないことをしてあげる、例えばさ、彼女が気づかないところで掃除してあげるとか、彼女が寝てる間に料理してあげるとか、これはジェントルマン。けどあんまりそれってさ、見えないとこでやってるからさ、気づいてもらえないのよね。逆に気づけるようにやればいいんじゃないですか。いやけども恥ずかしいよね。恥ずかしいし、なんかこう自分でアピールするみたいなのが、ちょっと恥ずかしい日本人の男の人は多いかもしれない。自分もそう思う。なかなかできないわ。意外とですね。じゃあ自分の経験上、日本人の男性、もちろん日本人いろんな男性いるけど、こんなところが良かった個人的にとか、こんなところはもうちょっとあれだなと思ったいいところと悪いところある。そうね。いやでもマジで日本の男性だと結構、なんていうかおしゃれとか自分のなんか見た目を、なんか気にしている人が多くて、逆に私がそんなのいい。それはいいんだというのがあるのだから、それが意外と自分の男性らしさにこだわりすぎない人が結構いるから、こんなのマッチョ系アピールする人がロシアで一般的だけど、私はこんなの無理なのだから、逆にマッチョ系アピールしない人がいるのがびっくりで気に入ってた。なるほど。それはさ、例えば男の人は筋トレするとか、それもあんまり好きじゃない？でも筋トレしてもいいけど、なんていうか俺が男だから泣いたりはしないとか男は泣いちゃダメとか。なるほどね。別に男でも自由に感情を表現してもいいでしょうっていうふうにポリナは思うんだ。そう私はそう思ってるし、逆に不満はある？不満はですね、いっぱいあるというのも言えないけど、なんかこれはもうちょっと日本のジェントルマンの考え方かもしれないけど、全然考えていることが分かんない。確かに。これがもともと日本の、彼氏ともそうだけど友達の作り問題としては、なんか本音と建前の問題が出るんだけど、なんか言ってることと考えてること全然違うかもしれないけど、なんか考えてること全然分からないっていうのはいっぱいある。確かにね。こう日本人的感覚から言わせてもらうと、結構ね、日本人は言ってないけど行動とかで見せてる部分もあって、そこで気づいてほしいこともあるんだけど、やっぱりね、日本人はそれで育ってるから自然にわかるけど、やっぱり外国人からしたらそのヒントは小さすぎて見えない。愛とかそう愛情を伝えずにこれ感じてほしいとか、愛情をだから言葉で言うんじゃなくて、なんかプレゼント買ってあげるとか、あとはなんだろう、さっきも言ったけど彼女が気づかないところでなんかしてあげて、そのおかげで彼女の生活がこうスムーズにいくとか。それは自分の人生のお礼ですか？そうなんか、そんな感じがあるから、だから気づいてないだけでもしかしたら日本人の男性、もちろん女性もね、いろいろやってくれてるかもしれないんで、もし、ね、日本人と付き合うとかそういう、機会がある人はね、そこちょっとね気をつけてほしいな。でも逆に海外だと逆になんか人気になっているのが、なんか言語化が必要な付き合い文化、というのは言葉にしてない限りそれは分かんない、っていうのがだんだんなんか人気が上がってるからさ、例えばもう全然もう遊んでても、もう付き合ってくださいって言わないまで、もう付き合ってないっていうのが外国でもだんだん人気になってる。ちょっと日本みたいな感じ。そうポリナはどっちの方がいい？いや私は結構言葉にするのがしてほしい。言ってほしいんだ。はい。
それはその付き合ってくださいもそうだし、うん、普段のこの好きですとかそういうのも言ってほしい。そう言ってほしいし、で逆に不満とかも文句とかも言われたいって感じ、だってもう例えばもうプレゼントがなくなるだけで、これが不満だとわからないでしょ、わからない。だから不満とかもいいこともちゃんと言ってもらったら逆に嬉しくなるんじゃない？なるほどね。ちなみに今、誰かいい人はいるの？今結構いい人います。本当に？はい。その人とはどう？このコミュニケーションとかさ、問題とかはない？でも私なんか結構日本語ができるのでちょっとだけできる感じがしますから。それね、本当の日本人言わないけどね、上手な人は。いやでも時々はさ、まあ私もともと日本語母語じゃないから、時々なんか疲れてたとか、時々日本語が、なんて言いますか、もう頭の中の日本語がカットしてて、中止してて、で何も言えなくなるっていうのもあるし、で逆に何回説明してもらっても結局わかんないという表現もあるし、じゃあもう一回説明してって、いつも私がうるさいけどそれを説明してくれてるのが嬉しい。すごい結構忍耐強いっていうかね。そうそう、でも多分それがポイントなんじゃない？なんか国際で付き合うとか関係とか築くとしたら、絶対最後までなんか説明するのがうまくいくんじゃない？そうだね。それ大事。そっちの経験だとどうですか？僕の経験はノーコメントでOK。 じゃあね、最後にじゃあポリーナに、もしそういうね日本で恋愛する機会があったら、どんな風にした方がいいとかアドバイスか、今その付き合ってる彼に愛のメッセージがあったら愛のメッセージ、愛のメッセージはさすがにノーコメントさせていただきます。じゃあアドバイスでどうぞ。じゃあアドバイスだとしたら、多分もうさっき言った通り説明するのが一番大事で、お互いの文化を尊重し合うのも、重要だと思うし、で多分不満とかもちゃんと言わないと分かってもらえないなら、ちゃんと言葉が通じるまで言うのが、国際関係でも、カップルでも友達でも大事だと思います。そうだね。もう本当に付き合う付き合わない関係なく、それはもう大事なことだね。そう、なるほど。それを伝えるために日本語を頑張りましょう。皆さん頑張りましょうはい、ということでね、今回も、ゲストのポリーノさんに日本の恋愛について、インタビューしてみました。今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語でしゃべりましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。おしゃれ。